こんにちは。テコンドーアクションアカデミーです。今回のテーマは、テコンドーのカット蹴り、解説動画前編、カット蹴りの原型、前足の横蹴りです。少し長い動画になりますので、最初に目次もお伝えします。テコンドーのカットって何？という初心者に向けて解説動画を作ろうとしたら結構長くなりそうでしたので、前編、中編、後編の3つに分けることにしました。全体の目次はこちら。目次1、カット蹴りって何？ 2、カット蹴りの原型、その場での前足横蹴り。3、日本ではこれがカット蹴り？スライドステップからの前足横蹴り。4、攻防一体の構え、カットスタンス。5、攻防一体の移動、フラミンゴ。6、フラミンゴプラス前足の横蹴りイコールカット蹴り。7、カット蹴りを起点とした連続蹴り紹介。8、カット蹴りコンビネーション練習の注意点。9、体幹とインナーマッスルを鍛える実践的な練習法。今回の前編では、1、カット蹴りって何？ 2、カット蹴りの原型、その場での前足横蹴り。3、日本ではこれがカット蹴り？スライドステップからの前足横蹴りまでを解説します。次回の中編では、4、攻防一体の構え、カットスタンス。5、攻防一体の移動、フラミンゴ。6、フラミンゴプラス前足の横蹴りイコールカット蹴り。最後の後編では、7、カット蹴りを起点とした連続蹴り紹介。8、カット蹴りコンビネーション練習の注意点。9、体幹とインナーマッスルを鍛える実践的な練習法を解説する予定です。1、カット蹴りって何？まず、このカットが何かといえば、片足を上げた状態です。カットはテコンドーの技の正式名称ではなく、その由来は不明ですが、キックボクシングの足を上げて蹴りを受けるカットという動作から来ているのではないかと推測しています。そして、カット蹴りが何かといえば、カットイコール片足を上げた状態からの蹴りです。そのままですね。実際のところ、明確な定義はなく、指導者によって見解も異なります。足裏を突き出し蹴る蹴りと広く捉える方もいます。そのため、カット蹴りは押し蹴りイコールミロチャギ、ミルギだとする方もいます。それに対して、私はカット蹴りは押し蹴りというよりも横蹴りの一種だと捉えています。なぜなら、蹴り足が横向きイコール水平またはかかとが上なら横蹴り、蹴り足が縦イコール指側が上なら押し蹴りとシンプルに区別しているからです。ただ、カット蹴りは横蹴りのフォームで相手を押すことを目的に使うことがあるため、押し蹴りだと言われればそれも正解だと思います。このようにカット蹴りは技の名称も正式なものではないですし、その定義も幅広いですので、初心者の方には分かりづらいかもしれません。しかも Google で検索してもなかなか情報は出てこないですし、動画を検索しても海外のものばかりです。そのため、私自身はカット蹴りの良いお手本はお見せできないのですが、初心者の方への紹介と解説を目的にこの動画を作成することにしました。前編、中編、後編をすべて見ていただくと、なんとなくのイメージをつかみ、基本的な知識も得ていただけると思います。2、カット蹴りの原型、その場での前足横蹴り。それでは、カット蹴りの原型ともいえる、その場での前足横蹴りについて簡単に解説します。まずはこちらをご覧ください。この技はフルコン空手や ITF テコンドーでは一般的な蹴りだと思います。蹴り方は1、後ろの軸足を90度にして重心を乗せる。
2、前足の膝を抱え込む。3、軸足を返し、イコール、かかとを相手に向けながら蹴り足を伸ばす、です。1、後ろの軸足を90度にして重心を乗せる。2、前足の膝を抱え込む。3、軸足を返しながら蹴り足を伸ばす。ポイントは1、蹴り足が伸びきる寸前で軸足を返し切ることで腰を入れること。2、蹴り足が伸びきる寸前で足首を引き、足を水平またはかかとを上にすることです。これにより当たった時にインパクト、衝撃が生まれます。ご覧ください。注意点。膝を抱え込んだ時に力みが入らないこと。最初から足首を引いて蹴り足を緊張させないこと。そうしないとスローで硬い蹴りになりインパクトが生まれません。最後、補足としてはフルコン空手の場合は上体をあまり傾けない。ITF テコンドーは蹴り足を伸ばす方向と逆に上体を引くことで反力を生み出し威力を上げるという違いがあります。また、WT テコンドーでは前足の横蹴りは型動作の中にないこと、また2009年電子防具導入以前はポイントになりづらかったため、教えたり練習していたところが少ない印象です。続いてはスライドステップからの前足横蹴りです。まずはご覧ください。日本で動画を検索しますと、このタイプの蹴りをカット蹴りとして紹介している指導者もいらっしゃいます。この蹴りは、とにかく早く相手に蹴りを届かせることを主目的にしています。そのため、蹴り方としては、1、前足の膝を緩めながら、後ろ足母子球で床を蹴り出す。2、軸足を返した状態で、着地すると同時に蹴り足を伸ばす。3、蹴り足が当たる直前に足首を引き、足を水平にしてインパクトを作る、です。1、前足の膝を緩めながら、後ろ足の軸足母子球で床を蹴り出す。2、軸足を返した状態で、着地すると同時に蹴り足を伸ばす。3、蹴り足が当たる直前に足首を引き、足を水平にしてインパクトを作る。ポイント。スピード重視のため、蹴り足の抱え込みをせず、当たる直前まで膝も足首も緩めたままにすること。注意点。蹴り技全般に当てはまりますが、足を一歩出して蹴る癖に気をつけること。これを任意でコントロールできるようにします。比較動画を作りましたので、ご覧ください。ノーモーション型の方が蹴りが速く相手に動きがバレにくいです。それに対して踏み込み型はワンテンポ遅れるもののリーチが長く筋肉への負担が少ないという違いがあります。このようにノーモーション型と踏み込み型それぞれにメリットとデメリットがありますので使い分けるようにします。続いてこのスライドステップからの前足横蹴りの実践的な使い方について解説します。まず、この蹴りは中段へ単発で出すとかわされたりガードされやすいです。そこで、踏み込む動作をフェイントとして相手を揺さぶるようにします。そのためにも、ノーモーション型と踏み込み型の両方を任意で使い分けられるようにするのは必須です。さらに、上段も蹴ることができるようになれば、途中までのフォームは中段と同じですので、より当たる確率が高くなります。そのため、上段も蹴ることができるように練習しておくことをお勧めします。なお、
この上段蹴りについては KO を狙うように蹴るよりもとにかく素早く当てるフォームが優先になります。その理由はテコンドーで使われる電子防具センサーの設定に違いがあるためです。胴体のセンサーは体重に比例してポイント判定される圧力が高く設定されています。それに対して頭部のセンサーは選手の安全のため当たればほぼ反応するように設定されています。こうやって競技としての安全性を高めないとオリンピック正式種目から外されてしまう可能性があるからです。そのため強く蹴ろうと意気込まなくても上段に足を伸ばせたら OK ぐらいの感覚で練習しても良いと思います。こんな感じです。この前足上段横蹴りに慣れたら二段蹴りもできるようにしておくとさらに良いです。こんな感じです。この二段蹴りは一発目の蹴りをフェイントにしています。そのためポイントとしては最初の横蹴りの後蹴り足を抱え込まずできるだけ早く2発目の上段横蹴りにつなげることです。一発目の横蹴りはフェイント、蹴り足は抱え込まずそのまま素早く2発目につなげる。個人的にはこうやって蹴り足を下ろさず連続で蹴るのはテコンドーっぽいなと思います。また単発では当てにくい前足の横蹴りもフェイント動作、ノーモーション型、踏み込み型、中段と上段、二段蹴りを混ぜることで当たる可能性が上がります。ここまでご覧いただくとある程度前足の横蹴りのイメージが伝わったのではないでしょうか。日本の YouTube 動画を検索しますとスライドステップの前足横蹴りをカット蹴り、ストレートリードカットとして紹介しているのが見られます。カット蹴りには統一された明確な定義がないのでそういう見解も間違ってはいないと思います。ただ個人的には今回この動画の中でご紹介した蹴りはどれもカット蹴りというよりは横蹴り、横チャギのカテゴリーに入ります。それでは私がイメージするカット蹴りとはどんなものなのかを中編と後編にてお伝えしていきます。次回の中編では4、攻防一体の構えカットスタンス、5、攻防一体の移動フラミンゴ、6、フラミンゴプラス前足の横蹴りイコールカット蹴りを解説する予定です。先に少しお見せしますね。もしよろしければチャンネル登録して次回の動画をお待ちいただけるとありがたいです。また少しでも参考になったと思われた方はいいねボタンを押していただけると嬉しいです。それではここまでご覧いただきありがとうございます。次回の動画でまたお会いしましょう。 Thank you so much for watching. I look forward to seeing you in the next video.